さて、では、次の質問。はい。抽象画を描きたい、抽象表現をしたいっていう人にとって、やっぱり具象を経て、つまり、ものを見て描く力ってどうしても必要なんでしょうか。いきなり抽象表現とかってダメなんでしょうか。いきなり抽象表現いいと思いますけどね。じゃあ、例えば、デッサン、基礎デッサンとかっていうのは、やらなくても、こういう抽象表現の世界に入っていって、十分通用するものなんでしょうか。多分、僕のシリーズの中に、日常の光景っていうシリーズがあるんです。で、日常の光景っていうシリーズは、アトリエに置いてある道具をよく観察して、例えば、鉛筆でガーッと真っ黒にしたところに、練り消しをパーンってやると、すごくきれいに白が出るんですよね。そんなものを誰が重要視しているのかっていう話で、そういった自分の日常の生活の中で起こっている色的なものとかを見つけることをするためには学ぶべきだと。見つけるためには、デッサンとかは必要だ。やった方がいいと思う。わからないから。どうつながるか。その基礎デッサンっていう勉強がどう生きてくる。自分が見てるものの魅力を感じた抽象的な表現がなんでどうやってできているのかっていうことを理解しないと読み解くことがわからない。例えば明暗が違うとか、明暗とかこう3つの重なったところの重なりのところに何かが特徴があるとか、コントラストが違うとか、そういったことを理解していくと、なぜその表現ができたのかがわかるし、で、なぜ自分がそこに興味を持つのかがわかるし、それは漫然と見てると理解できないんじゃないかな。逆に言うと、そういった基礎デッサンでアカデミックな勉強してこないでいきなり抽象に行った人は、そこが抜け落ちちゃってる感じなんですか。可能性はありますよね。でもさっき、いきなり抽象をもらってもいいんじゃないっていう話もあったけれども、そこはどうなんだろう。どうなんだろう。どうなんでしょう。困りましたね。困りましたね。困りましたね。いきなりやってもいいんだろうなと思うんだけど、困りましたね。さて、次の質問いってみたいと思います。作品を描いていく上で何をもってこれで完成終わり、終了っていうふうにどこで判断してるんでしょ難しいですね。う。難しい。プロセスをお話しすればいいかな。ちょっと分かりやすいかな。例えば私は同じような作品を作ろうとすると、大体同じように2点用意します。2つ用意して同じようなタイプの紙だったり紙。2つ用意して。2つ以上用意する。2つ以上複数の紙がまず用意する。用意して、そして、で、自分がイメージしたものを2つ書き始めます。同時に書き始める。これだと同じような形態の並行してね。並行して書き始める。で、例えば書きのがあっさりとあるんですけど、絵の具をいっぱい乗せて結論を出そう。いっぱい乗せないで終わらせるって思うと、いっぱい乗せて終わらせようと思う。2つ以上分ける。じゃあ自分のアプローチを2種類分けて、こっちはこうで、こっちはこうしようって考えて、最初に決めて始めるんですね。だけど、最初に描くものは大体決まっていて、で、完成っていうのは、要はこっちのプロセスで終了っていうのをまずする。で、こういう絵の具をいっぱい乗っけていく方で終了っていうのを決めてやっていきます。そうすると、
多分絵の具をいっぱい乗せるのは苦労するんですね。苦労する。苦労していく中で、いろんな取り組みをやって、画面が壊れたりとか、落ち着きがなくなったりとかするんですけど、それなりに自分の力で完成に近づける。で、結局、最初予定していたような空間の関係が出たと思った瞬間で完成。空間が出た瞬間が完成の瞬間。あとは、会議がやってきた。会議が締め切りが来た。締め切りが来た。確かに。締め切りが来た。この展示の間に合わないといけないから。展示の期間が短い、作品の成長期間が短いので、締め切りが来るとすごく大事。締め切りが出たから。確かにね、それがないとね、つまり書いてあるっていう、逆に言うとね、締め切りがないせいで終わらないっていうこともあるかと思うんですけど、じゃあ今の話だと、手数いっぱい入れる、であっさり仕上げるっていう、そのシンプルに作業量が少ない作品っていうのは、役割としてはどういう役割なんですか？作品として、役割としては、これに対してこっちっていう役割。見てるだけ。見てるだけ。見てるだけ。これをずーっと見て、最初に考えたことは何だったんだろうなって思いながら、手数も少ないのをずっと見てた。で、手を入れれば完成するわけじゃないので、手を入れると完成から外れていくかもしれない。だけど、最初に思ったのはこういうベースだっていうものを2つ持っていて、でそれを同時にやって、で、締め切りが前に終わらせたいなと思うのは、本当に終わらせたい、これで終わらせたいなと思って、どうすればいいんだろう、色を変えればいいのかなとか、ここに強い線を引けばいいのかなとか、そういったものを考えてやっていって、終わり、完成に向かうっていう感じですね。今の話から、なんか自分の中にはこれを持って完成っていうのがあるような感じがするんですけど、それが一体何なのかは、こうタイプの違う作品を見たときに、これ完成でいいのとかね、これで完成なんですかとか、その完成、何をもって完成って自分で判断してるのか、そこは作品のタイプによっても違いますね。手数の多いタイプと少ないタイプでは完成の種類が違う感じなんですか？いや、感覚的には完成したっていう感覚があります。完成はほぼ感覚で決まる感覚的なものですね。感覚以外で決まることはない。感覚以外で決まることはないな。ああ、作品の完成はやっぱり本人の作者の感覚があるんですね。これで完成ってなんか、しっくりカチッと、そう、しっくりカチッとはまったら完成。それを求めて、試行錯誤するんだけど、それが楽しいんです。楽しい。それが楽しい。これから抽象画とかを始めたいっていう人にとっては、多分それが見えていない。何をもって完成っていう自分の中にその完成の基準がなくて作業しつつ迷っている、困っている、迷子になっている人って多いと思うんですよ。特に抽象的な表現をしていて、巷に溢れている抽象的な表現を真似して、ね、自分もああなりたいって言って、なんか目指してやってる人もいると思うんですよね、独学で。ただそうしたときに、じゃあ何をもってその人が完成って言えるのかっていうのが、どうやったら身につくんでしょう？完成が分かる人になるんでしょう？僕の経験からすると、やっぱり自分が完成だと思ったしっくりきた感っていうのが、例えば、やっぱり皆さんが知っているようなビッグネームの人たちがなぜビッグネームになったのか。で、その作品をいっぱい見てると、やっぱりその空間性っていうのが分かるんですよね。作品をいっぱい見ることで、その空間性、彼らが持ってた彼らの完成形っていうのが分かり、で、自分の作品の中にそこに類似したような形態が見え隠れすることがある。で、それをもって、これって奴らがやってた完成の形なんじゃないかなって思うことがあるんですよ。で、例えばそれを私も様々なシリーズでやってるん
で、今回は彼の感性形態のような空間が出したいとか、そういうふうに、そういうふうにいかないと、今回はそれぞれの時ごとに、気ごとに、は彼のっていうか、例えば誰い。例えば、今回であれば、デュシャン。デュシャン。デュシャン。今回デュシャンはちょっと考える。ちょっと頭の隅にあったのはデュシャン。例えばその前回、前々回は前回とか前々回とかは、地元の百貨の方。彼らがやった手仕事の中に自分が追いかけられることがないのかなっていうことを追体験してみると、オリジナルのものが見つかったりそういったことを取り組んでるから、やっぱり作品を見なきゃいけない。いろんな作品を見て、で、それを見た上で自分の完成させたい感性を持ってさ、誰なんだろうとか、誰が好きなんだろうとか、そういうのでいいと思うんですけど、それがあれじゃない最近さ、いきなり抽象会でいいのかっていう問題に行き着くのかもしれないけど、いきなり抽象会でもいいけど、いろんな作家を見た結果、絶対にいい。それだけは確かなので、それで答えになるのかな。今日の答えはそれ。ありがとうございます。さっきキャプションを切って三角形ができるって話をしたんですけど、実はこれみんなこの題名の札です。で、展覧会が終わるとこの題名の札がいっぱい余るんだよね。余った時にこの三角形を切って丁寧に水張りをしてそれをこうやって並べていくとこういう土台ができる。で、そこのところにいろんな並べ方をしたり、いろんな色を置いたりすると、さまざまな空間が表現できたりして、面白かったりです。6月19日土曜日から、27日日曜日まで、土日は、11時から18時まで在庫する予定ですので、医学部の、新潟大学病院の医学部の前にありますので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。